こんにちは。今回は4月21日に参加した富士スピードウェイショートコースでの走行会の様子です。前回の動画の最後で言った通り MRS が壊れてしまいました。壊れたのはズバリトランスミッションです。今回はその壊れた様子も含めて次の内容でご紹介します。1つ目はスーパー GT ドライバーの近藤翼選手に自分の車に乗っていただいたので、その様子をお届けします。あと自分の走行との比較もします。で2つ目としてはミッションブロー時の様子と、あとブローの原因、あとその対策について説明します。K24 だとか K20 のフルチューンエンジンでサーキットを走る方にとっては参考になるかと思います。いきなりですが自分のベストラップです。 GoPro の設定がうまくいってなくて、ちょっと白飛びしちゃって見づらくて申し訳ないんですけど、タイヤはですね、ひとまず様子見で芝の280を履いてます。常にダを切ってるような忙しいコースでした。ベストは35秒7でした。ここから近藤選手に乗っていただいた様子です。車エンジンのせ替えてて、はい、8000まで回して大丈夫です。本当ですか？大丈夫です。フイテックに変えてるんです。早いんですか？本当のレベルは8500に設定してありますけど、余裕を持って8000シフトということにしてます。何秒ぐらいで走るんですか？僕で35秒。そんな早いめちゃくちゃ早い。これ閉めるのかな？タイヤはあれですね、芝タイヤ。タイヤ280ってやつ。常に滑るか滑らないかのところをきれいに使って走っているのが乗っていてよく分かりました。1周目であっさりベストを抜かれてしまいました。ここからが近藤選手のベストラップです。
持ちいいって言ってます。謎の感想を言ってしまいました。無駄がなくて滑りながらも前に進むのが気持ちよかったっていうのを言ってますね。街が必要っていうのはおそらくタイヤサイズが足りてないっていうことが影響しているのかもしれません。まだリアが16インチの225を履いてます。255ぐらいあっていいと思ってます。ここからベストの比較です。途中まではそう変わらないんですけども、この辺りからですかね、近藤選手の方が段の角度が深くて、グリップを下がりながら走ってるっていうのがよくわかります。で、差がついてきてますね。で、その後の輪っからなんですけど、だんだんシフトが速くなっているのが分かります。カーボンクラッチで、回転の打ち込みが速いので、いくらでもシフトが速くできてしまいます。ただ走っていて無理につないだようなショックは出てはいません。そしてブローの瞬間ですね。ギアが入りません。この時点で心のどこかではもうミッションブローとは分かっています。ギアが入んなくなっちゃった。牽引服ついてますか？あ、ついてます。はい。はい。
ニュートラルなのにクラッチを離すとエンジンが止まりそうになります。ピットはどちらですか？奥側、森側ですね。森側の方の、向こうの出口側ですか？どこに止めたらいいですか？真ん中らへん。真ん中ぐらいまで持ってけばあとは手押しで大丈夫って感じで。牽引されたことありますか？はい。じゃあ一応クラクション鳴らしたらスタートしますので。あ、わかります。エンジンは切ってよ。あ、切っちゃった。切っても大丈夫？ブレーキがその後多分マスターバックが効かなくなっちゃうんで。動揺してますね。クラッチを切りっぱなしにしていれば良いだけなんですけど。引っ張って転がすとひどい音がしました。ミッションかドラ車ですね、多分。まあドラ車と思いたいですよね。なんだろう。ドラ車かな。ドラ車？今の感じ。そっち振動しなかった。いや、フェンダー持っちゃってる。タイヤでもこうやって。後ろ。ドラ車っぽい。ドラ車はみんな通る道です。ドラ車っぽい。ドラ車か。ニュートラルでエンジンかけてるときはガチャ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 しないでしょ。しないと思います。しない。ドラ車。ミッションじゃなきゃいけないです大丈夫、今日はまだ空きがある。そこで気持ちよく走った。ガシャン。ごめん、これ多分ミッションだ。一緒ですか。ミッションっていうかなんかどっか食っちゃってるね。ニュートラルに抜けてないね。APR 主催で、積車も用意されてたんで、そのまま修理に行くことになりました。こんな時ですけど、我ながらかっこいいですね。壊れて動かないんですけどね。ミッションを開けると、まずそこの部分に鉄粉というかもうクズがたくさん溜まってますね。そして4足がツルツルに消し飛んでいました。シフトフォークにも傷が入ってます。幸いなことに
クスコの LSD は分解してもらったんですけど、そのまま使えそうでした。よかったです。この表にミッションブローの推定原因と対策をまとめてみました。まずどうしても根本的にパワーに対してミッションの強度が不足しているというのはあると思います。これについては、WPC の処理でなるべく寿命強度をアップしようという対策をとっています。あと、ブローの時つけてたクラッチが、ダンパーなしのクラッチだったんですけど、それによるミッションへの攻撃性っていうのがあったかなと思います。こちらは、ダンパーありのクラッチにすることで衝撃を吸収しています。あとは、カーボンで密着力が高かったっていうことで、これもまたミッションへの攻撃性が高かったのかなというところがあります。これについては、あえてですね、カッパー材にすることで、密着力を弱めるという対策をしています。あとは動画で見ていただいた通り、シフトがどんどん荒くなっていると言ったところがあります。ショックは出てなかったんで、本当に原因かどうかわからないんですけども、ここはなるべくクラッチの操作を優しめにするっていう以外ないかなというところを思っています。で、修理なんですけども、いろいろカスも回ってしまっている恐れがあるので、中古品をヤフオクで落として、それをベースに修理しました。ただあんまり数がなくてですね、20万キロオーバーのものをやむなく落札するような形になっています。で、祈る気持ちで開けてみてもらったら、幸いすごくおとなしく乗っていたと思われる、ほとんど摩耗もないような状態のミッションだったんで助かりました。で、こちらが、色を見ると分かると思うんですけど、WPC 処理をした状態になります。これで少しでも寿命が伸びてくれたらなと思います。で、ちょうどブローしたタイミングだったんですけども、XAD から、ハイパーシリーズエボという、カッパーミックスのシリーズのクラッチが新発売になって、それを搭載することができました。さっき対策のところで言ったダンパー付きかつカッパーミックスってなるとあんまり出してるところがないんですよね。で、ようやく治りました。で、今ミッションの鳴らし中になってます。ちなみに左に映っているミニは、うちの家の車になります。最近買いました。こちらもすごく楽しいですね。また鳴らしが終わったらサーキット動画上げていこうと思いますので、よろしくお願いします。いいねと、チャンネル登録励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。